わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。なお、本動画はポリメガのファームウェアがバージョン 1.123 時点での機能紹介となるので、そのつもりで視聴いただきたい。今回はポリメガの特徴の一つである仮想ディスプレイ機能について紹介するのじゃ。これはゲーム画面に様々なエフェクトをかけることで、よりブラウン管での表示に近づけたり、ユーザーの好みに合わせた表示に変えることができる。レトロフリークなどの他のエミュレーターやメガドライブミニなどでも似たような機能が実装されているのじゃ。ポリメガでは、この効果をそれぞれ個別のゲームソフトごとに設定、保存できるだけでなく、メガドライブはこの設定、プレステはこの設定など、ゲーム機の種類ごとにも設定、保存することができる。今は実機で、さらにブラウン管でのプレイをするというのは、なかなか難しいので、かなり細かく設定ができるこの機能は、わしも重宝しているのじゃ。ゲームソフトを起動中にプレイメニューを開き、仮想ディスプレイを選ぶと、その時のゲーム画面及び設定画面が開く。全体メニューとしては、ここじゃな。スタートボタンを押し続ける、スタートボタン、保存して終了、キャンセルの4つがある。スタートボタンを押し続ける、これはいろいろ設定をいじってたらよくわからなくなったので、何も仮想ディスプレイの設定をしていない状態に戻したくなった時に使う機能じゃ。スタートボタンで保存をすると、システムデフォルト、つまりそのゲーム機の基本設定として保存される。新しいゲームをインストールした時に、いちいちそれぞれのゲーム機に合わせた設定にしなくても良いわけじゃな。保存して終了は、あくまで今プレイしているゲームの設定としてのみ保存される。キャンセルは保存せずに元のプレイメニューに戻る機能じゃ。その下の行が実際の変更機能じゃ。仮想ディスプレイ、アスペクト比、拡大、明るくする、ポジション Y、ポジション X の合計6つの機能があり、2つずつ表示され、X ボタンでページを切り替えるようなメニューになっている。なぜかというと、それぞれの変更が十字キーの上下もしくは左右で切り替えるようになっているので、一度に表示できるのが2つまでということじゃな。ちょっとわかりにくい UI じゃが、慣れれば大丈夫じゃ。これは画面のエフェクトを変更する機能で、上下ボタンで切り替えることができる。変更できる内容としては、上記の組み合わせじゃ。大きく分けて、1080p か 720p かというのと、HD か RGB かという感じじゃな。こんな感じで切り替えていくことができる。今どの表示なのかは、この右下に表示されている。解像度が変わるときには、一旦画面が切り替えのために暗転するのじゃ。ちなみに、解像度などが変わるとかなり明るさも変わるため、微妙な色合いは違ってくるので、あらかじめご了承いただきたい。同じ HD での 1080p と 720p の比較じゃ。ご覧の通り、HD だとほとんど違いはないように見えるな。RGB での 1080p と 720p だとこのようになる。RGB は全体的に少し柔らかくなった感じじゃな。ブラーというのはにじみのようなエフェクトを加える機能じゃ。
このブラーがかかると操作線のような効果が加わってより実機のブラウン管のような表現に近づけることができるのじゃ。比較をしてみるとこんな感じじゃな。720p プラス RGB プラスブラーが見やすさとブラウン管での実機プレイっぽさを出すには一番良いかもしれないのじゃ。ちなみにわしは 1020p プラス RGB プラスブラーでいつも動画のゲームはプレイしているのじゃよ。参考までにロマンシングサガ3のオープニングを4パターンに分けてお送りするのじゃよ。
こうやって見ると、画面のにじみを計算してドット絵を打っていたグラフィッカーの方々は本当に職人技だと痛感するな。なお、もう一つ、1080p プラスコンポジットという設定もある。これは RGB をさらににじませたような感じじゃな。これも実機でのプレイに近い感じがして良いと思うのじゃ。あとは湾曲といい効果も組み合わせることができる。これもブラウン管の実機プレイっぽさを味わえる機能じゃな。DBLCD と VBLCD はそれぞれゲームボーイっぽい効果、バーチャルボーイっぽい効果を加えることができる。まあ、これはあくまでおまけ程度のような気がするのじゃ。これらすべての仮想ディスプレイは十字キーの左右でアスペクト比を変更することができる。標準4対3ズーム、スタンダード4対3、正方形ピクセル、ワイド16対9の4種類じゃ。これはまあ好みで選ぶと良いと思うのじゃ。ちなみにわしは標準4対3ズームをいつも使っているのじゃ。すべての仮想ディスプレイで画面表示の大きさを変更することができる。十字キーの上ボタンで縮小、下ボタンで拡大じゃ。ディスプレイの表示範囲などに合わせて変更すると良いと思う。これも右下に数値が表示されているのじゃが、縮小で数字がプラスされているのでなんかちょっと違和感があるな。英語だとニュアンスが違うのかもしれないのじゃ。十字キーの左右で画面の明るさを変更することができる。解像度や RGB と HD の違いなどで結構明るさが変わってくるので、個別にしっかり調整することをおすすめするのじゃよ。これは画面の位置変更じゃ。十字キーの上下で縦位置を、左右で横位置を微調整できる。ディスプレイに合わせてお好みで設定すると良いのじゃよ。好みの設定に決まったら、あとは決定じゃ。そのゲームタイトルのみの設定で良ければ B ボタン、そのゲーム機全体の基本設定にしたいのであればスタートボタンで決定じゃ。設定が成功すると、右上に更新されたことが表示され、プレイメニューに戻る。仮想ディスプレイはゲーム画面に様々なエフェクトをかけることができる機能。
ゲームタイトルごとだけでなく、そのゲーム機ごとにも設定を保存することができる。エフェクトの種類は 1080p と 720p の解像度だけでなく HD と RGB、 さらにブラーといい効果もかけることができる。アスペクト比の変更や明るさ変更、画面位置などの変更も可能。特に明るさ変更は解像度などでかなり変わってくるので活用することが多い。レトロゲームはブラウン管によるにじみや解像度の粗さを前提にしてドット絵が描かれていることが多く、より本来のグラフィックの良さを体験するにはこの仮想ディスプレイの機能は本当にありがたいのじゃ。好みなどもあると思うので、ぜひ自分に合った設定を見つけてもらえればと思うのじゃよ。というわけで今回はここまでじゃ。次回はオーディオ CD を使った機能を紹介していく予定じゃ。ポリメガの実際の機能や使い方について聞いてみたいことや知りたいことがあればコメント欄に記載してくれ。今後の動画の参考にさせていただくのじゃよ。では次回もよろしくな。